本国内のみ販売、ヴァンパイア集大成ハイパーヴァンパイア。2000年8月10日、ドリームキャスト末期にひっそりと販売され、各ゲーマーたちの魂を震撼させた伝説のソフト、ヴァンパイアクロニクル4マッチングサービス。当時通信販売限定という入手困難なソフトでありながら、今でもカルト的な人気があるカプコンの 2D 格闘ゲームヴァンパイアシリーズの究極集大成として開発されたタイトル。ゲームモードはヴァンパイア、ヴァンパイアハンター、ヴァンパイアセーバーの3つから選ぶことができ、キャラクターの方は初代ヴァンパイア、ヴァンパイアハンター、ヴァンパイアセーバー、ヴァンパイアセーバー2の4作品の性能のキャラクターを使い分けることができる。ハイパーストリートファイター2のような作品になる。キャラクターの方もそれまでのヴァンパイアシリーズで登場したダークガロン以外のキャラクター全員使用できる。そのためこのヴァンパイアクロニクル、お姉さん、ゲームバランスって何？それって美味しいの？といった感じでゲームバランスが悪く、それぞれのシリーズのキャラクター性能を力技で無理やり合わせているので、挙動のおかしい技があるなど崩壊ゲームになっているが、逆にお祭りソフトなのでそのぐらいがちょうどいい。魅力的なキャラクターが多いヴァンパイアシリーズだが、私が当時よく使っていたのはヴァンパイアハンターで初参戦した運命の狩人ドノバン・バイン。ハンターで登場したのにキャラ性能が弱く微妙なキャラだったのか、キャラクター自体が人気なかったのか知らないが、次回作ヴァンパイアセーバーではなぜかリストラされたキャラクター。ちなみに家庭用セガサターン版やプレイステーション版では復活参戦している。魔剣ダイレクトと巨大な数珠を扱い、各属性の精霊を召喚して戦うキャラクター。マーベルスーパーヒーローズに隠しキャラで参戦した長女のアニタも常に同行しているのも印象的なキャラクター。個人的にはかっこいいキャラなんで好きなんですが、他のキャラクターのインパクトが強すぎて埋もれてしまったのかな。その見た目のかっこよさと裏腹に、いきなり巨大なおっさんの足が出現して敵を踏み潰すプレス・オブ・ディスなど、なんか様子のおかしいところがある愛すべきキャラクター。ヴァンパイアハンターを題材にしたアニメ OVA では無駄にムキムキの激化調の顎が長いデザインになっており、なんか微妙なキャラクターになっている。そしてゲーム中では相方のアニタはほぼ無表情なのもお前どうしたと突っ込みたいところである。そしてこのヴァンパイアクロニクル4マッチングサービスはマッチングサービスとあるようにラグがひどくて今思うとできたものではないが、オンライン対戦が楽しめた。当時では珍しい通信販売、セガダイレクト1000倍タイトルになり、購入ハードルが高かったが比較的本数が出回っており、他のタイトルと比べると安く手に入れることができる。マジでストリートファイター 2X やストリートファイター03のマッチングサービス版なんかくっそ高いから。そんなヴァンパイアクロニクル PSP 版にてヴァンパイアクロニクルザ・タウスタワーが追加要素を加えられて移植されている。当時なんで据え置き機のプレイステーション2でなく格闘ゲームと相性の悪い携帯ゲーム機なんだと思ったものである。未だにこの2作品現行ハードではプレイできない。ヴァンパイアクロニクル現行ハードに移植してほしい作品の一つ。皆さんはヴァンパイアクロニクルはプレイされましたか？シリーズで好きな作品、好きなキャラクターがいましたらコメントで教えてください。一緒に盛り上がりましょう。動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、ハイプよろしくお願いします。これからもいろいろな動画作っていきます。トッティチャンネルよろしくお願いします。